ようこそアグモのポッドキャスト、アグちゃんのね聞いて第2回です。ありがとうございます本当に第1回たくさんの人に見てもらえてとっても嬉しいです。ありがとうございます。このポッドキャストがね、いつかすごい大きなものになりますようにと願っております。そしてね、勉強してない方とかにもハグモが届いたらいいななんて思ってますので、今後ともたくさんよろしくお願いしますそれでですね、前回同様木曜日の21時に今投稿してるんですけど、今後も木曜日21時に投稿しようと思います。なので木曜日の夜は開けておいてください。で、サムネとタイトルにもあるように彼氏がいますイエーイ。ずっとね、悩んでいたんですよ。公表するかどうかみたいなところで、公表、私はアイドルではないので、公表バレないようにしなきゃいけないとかもないし、隠さなきゃいけないとかもないし、逆に軍備バキドみたいに彼女ができたら報告した方がいいような人でもないので、まあいいでしょうと思って報告しなかったんですよ。しかもどうやって報告したらいいか分かんないしねプラス私元彼がいたんですよ。TikTok 始めたばっかりの時に。それでそのお出かけの TikTok とかもうちょこちょこ上げてて、別に今も残ってるんですけどっていうのがあって、一応その時は彼氏の存在を出していたので、サブチャンで TikTok のサブチャンでSNS と勉強と恋人を両立できなかったので別れましたっていう報告をしたんですね。でその時に結構賛否両論あったんですけど、今ねその状況全く変わってない中で報告したらってまたなんか言われちゃうからとかちょっと思ってたんですね。だから無理に公表することもないかなって思ってました。ででもその元彼もそれだけじゃないんですよ。そんな両立できなかったから別れたなんていうもんでもなくて、ただのね普通のカップルだったので、そんないろんなね小さな積み重ねだったりお互いの考え方とかで別れたんですよね。でもなんかさ、みんなもそうだと思うけどさ、別れる理由ってさ一個じゃないじゃん。なんかうまくいかない日々が続いて別れちゃうみたいな感じだと思うので、0から100全部みんなに話す気もなかったし、話す必要もないし、相手もさ別に TikTok とか SNS やってる人じゃないから、言わなくていいかって感じで、分かりやすくそう伝えてはいたんですね。ただの普通のカップルだったんですよ。で別れてて、で今回付き合ってもう結婚するまで報告しなくていいかとか、逆に3ヶ月くらい経ったら出してもいいかとか思ってたんですけど、いや待てよみたいな、恋人ができた報告の動画ってなんだと思って、何を伝えればいいんだって思ったんですよ。別に私もうさっきも言ったけどアイドルでもないしバキドでもないのに何を伝えることがあるんだって思ってずっと触れずにいたんですね。だけどVlog、ミニ Vlog、インスタとかにも投稿したミニ Vlog とかも彼氏と行った旅行とかだったりして、ちょくちょくね思い出のものを残したりはしていたんですけど、触れることはなかったんだけどね。だけど今後このポッドキャストで私の日常とか旅行とかそういう出来事のお話を共有したいなと思った時に、わざわざなんかぼかして話すのねえってその友達ってわざわざ言うのもなとか、その恋愛の質問とか相談乗る時になとか思って、今だと思って報告することにしました。なのでなんか本当に絶対に言いたくなかったのに、無理やりみんなに伝えてるとかでもないし、もう逆に伝えた
かったわけでもないんですけど、この今後的に私をもっと発信したいなと思った時に伝えた方が私をもっと知ってもらえるなって思いましたので、いますということでよろしくお願いいたしますまあ元彼のことはもう今後私から触れることはないと思うんですけど、恋愛相談の中で実体験でこういうことがあったよとかっていうような触れ方はすると思います。でもその一個前の彼ということとかは全然ぼかして伝えますしっていう感じです。わざわざそういえばさとかいうことはないと思いますので、よろしくお願いします。で、今の彼氏は出てくることはないんですけれども、もしかしたら YouTube 撮ってる時に声だけとか入ることもあるかもしれません。本当に可能性だけの話をしてるんだけどなんかね、私撮りたい動画がたくさんあって、こういうことしたいなみたいな、それこそコストコ行きたいとかあるんだけど、人前ってお店の中で撮るのが恥ずかしいっていうよりも、その友達とかの前で撮るのが恥ずかしいから、いつになるかわかんないんですけど、ちょくちょく動画とか撮れたら嬉しいなと思っておりますので、もしかしたら声だけとかの出演があるかもしれませんでね、もう一個伝えたいなって思った理由があって、街中で私を見つけてくれた時に彼氏が横にいるとね、話しかけづらいなって感じたんですよ。正直私のことにアグモに気づいてるなっていう瞬間わかるんですねそうあからさまだったよね。でも多分隣に彼氏がいたりすると、この私が彼氏って言ってないから、もしかしたら大事なデート中かもしれないじゃないですか。でそういうので声かけづらいかなって思うと、なんかせっかく初めてとか出会える数なんてさ、本当に1回かもしれないのに、なんか申し訳ないなと思ったので、ぜひ彼氏といても声かけてください。彼氏はね、私をなんて言うんだろう、 SNS を見てて私を見つけてきた中学の同級生なので、私のことも全然 SNS で活動してるよってことも知ってますので、知ってるし、動画撮りなさいってちゃんと言ってくれる、すごい理解ある方なので、全然声かけてくれてると嬉しいです。あとなんか最近多分彼氏といるせいでか、みんななんか話しかけてくれる数がすごい減ったんですよ。わかんない、これは私の人気がなくなったのかもしれないんですけど、だからなんか彼氏にちょっと本当は嘘なんじゃないみたいな、SNS でTikTok45 万人もいるのみたいな、あれ嘘なんじゃないみたいな、フォロワー買ってるでしょみたいな、そういうことをね言われたりするんですよ。なのでいっぱい話しかけてください。でアグモ知ってますって、アグモちゃん有名ですよってしてくれたらとっても嬉しいです。はい、日常変わりませんし、動画の感じも変わらないので、こういうポッドキャスト内でお話しすることが増えるかなくらいに思ってくれると嬉しいです。最近だとね、ディズニー行ったのも彼氏だし、誕生日過ごしたのも彼氏だしっていう感じですなんか出てきたり出てこなかったりいるよっていう存在だけ分かってくれたら嬉しいです。いつかね、なんかもっともっと聞かれたら答えますっていう感じでいきましょう。なので触れてもいいし触れなくてもいいしっていう感じですはい、なのでこんな感じです。恋人がいますよっていう感じで、はいで、第1回本当にありがとうございますってことなんですけど、お便りもたくさんみんなにいただいて、ぜひ
たくさん何度でもこれからも送ってほしいんですけど、一旦感想系を紹介させていただきたいなと思います。りんちゃん19歳、東京の大学を目指してます。女性。ポッドキャストやったー嬉しい。アグね、ポッドキャスト大好き受験生なので、いつもモチベにしているアグちゃんの声聞きながら勉強できるの最高。嬉しすぎます。頑張る理由がまた増えました。面白い出来事も語彙力もないからラジオにレターを送ったりするのハードル高い感じがしてたけど、記念すべき1回目、アグちゃんの行動力に便乗して思い切って送っちゃうもんね。自宅浪人生、本当に人と会う機会がなくて孤独だけど、頑張ってるアグちゃんの動画見ながら勉強して、他にもこの動画見ながら頑張ってる人がたくさんいるんだなと思っていつも励まされてます。精神衛生保たれてる、いつもありがとう。次回も楽しみに日々頑張ります。大好き、ありがとう。もう本当にもうわざわざお便りに送ってくれてありがとうございます。私もね、こういうコンテンツとかただ見るだけの人なので、本当にお便り送ってくれる方大感謝しております。もちろん聞いてくれる皆さんも大感謝しております。自宅浪人生すごいね。頑張ろう一緒に。私も自宅浪人生みたいなもんなので、うちの中でそれぞれ頑張りましょう大学浪人生、でも始まったばっかだもんね。頑張れ、本当に駆け抜けろ次、グルーミーさん17歳、高校3年生。あぐもちゃんに伝えたかったこと、高3受験生です。 YouTube の設定親がいじっててコメントが出ないのでフォーム作ってくれて嬉しいです。毎日スタディズ見て勉強してます。大学生向けの動画とか見てモチベ上げてます。ポッドキャスト聞いたことないけどあぐもちゃんなら毎週見ます。木曜の夜に上げてほしいです。塾帰り見ます。サムネにちなみにサムネの文字が可愛くて大好きです。ショートの動画で YPT 使ってるの見たんですけど、もし機会があったらグループとか作ってほしいです。一緒に勉強したいなみたいな。今まで言いたかったこと本当はもっといっぱいあったんです。文章が下手ですいません。相談でも何でもなかったんですけど、読んでくださってありがとうございます。これからも頑張ってください。ありがとう。なんか本当に嬉しい。この感情大任せ文章大好き。ありがとう超嬉しい。YouTube のコメントできないんだ。そういうのもあるよね。今難しいもんね、お母さん側も。その SNS の対策。ちなみにその YPT は最近やってなくて、すいません。なんか気が向いたらやろうと思うんですけど、ちょっと私の中からどっか行っちゃいまして、すっごいたくさんグループ作ってるんですけど、重いし充電もすぐなくなっちゃって、動画撮ってるしいっかって感じで記録しなくなっちゃったので、いつかまた再開したいなとは思ってるんですけど、期待はしないでくださいって感じです。サムネの文字もね、毎回Study with me ってとこ、ほとんど同じ字体に見えると思うんですけど、毎回ちゃんと書いておりますなんか自分の中のこだわりで、あれスタンプ化できるじゃん、文字とかね。なんか毎回書いた方がいいんじゃないかと思って、同じスタディウィズミーなんですけど、毎回ちょっとここの大きさ変だなとか、ちょっと斜めってるかとか思って、ちょっとずつやってますので、褒めていただけると嬉しいです。最近家計簿の動画を上げたんだけど、そのサムネが大好きなんかさ、あの時夜に撮ったからだと思うんだけど、背景が真っ黒だから白い文字で書きやすくて、ハッピーでした。すごい上手に書けたので、サムネだけでも見てくださいって感じで感想をご紹介させていただきました。もういっぱい皆さん送ってくださいすると私が頑張れますので、次はみんなのお悩みに答えていきたいと思うんですけど、なんかこれは本当に私答えれるかってずっと思ってる。みんなのね、メールお便り一通り目は通してるんですけど、答えれるかなと思いつつ、話してみたいと思います。いおりさん15歳、中3女性。
メンタルを強くする方法。人よりもメンタルが弱くて、ちょっとしたことですぐ泣きそうになっちゃったり泣いちゃいます。ハグモちゃんみたいになりたいです。どうすればいいですか？私もすっごい泣き虫なんですよ。なんかメンタルを強くする方法、メンタルが強いか分かんないんですよ。なんでかっていうと、コメントとかで普通に悲しいよとか怒っちゃったりするタイプなので、メンタルが強いかって言われればそうじゃないかもしれないんですけど、ちょっとしたことでも分かる。なんか人にちょっと強く言われたらさ、シュンってなっちゃうしさ、バイトでちょっとミスったらさ、はいってなっちゃうから私も同じ感じなんだけど、なんか失敗とかしても実は平気って、あれ意外と何にもなってないんじゃないって、失敗する数を増やして、意外と何も起きないって、ただ失敗しただけっていう数を増やしたら強くなれるかもしれません。あとね、なんか人とかだったら、対人とかだったら、私は自分が第一人間なので、私の人生は私だけにしか変えられないって思って、周りの人の人生は気にしないようにしております。こんな感じ。泣いたっていいんだよ。泣くのが悪いわけじゃないしね。泣いてスッキリするならそれで OK です。次、アンドさん、高校3年生。人間関係、1対1で話しているととても楽しい友人なのですが、その1対1で話してて楽しい友人が複数人集まると騒がしく感じて疲れてしまったり、少しイライラしてしまったりします。特に授業中の自分たちで進める時間に周りが騒いでいるともやもやしてしまいます。これは私の性格が悪いのでしょうか？それとも独占欲のようなものが強いのでしょうか？同情や気遣いは不要ですので、素直なご意見とアドバイスをいただきたいです。悪くないんじゃない？性格は。だって1対1の時の相手とさ、その複数人グループの時にいるその子のさ動きってさ、絶対に違うじゃん。私もなんだけど、なんていうの、1対1だとこんくらいのテンション感で話してるけど、5人とかになるとなんかみんなが楽しめるようにと思ってなんか振る舞ったりすることがあるから、その子の全部を大好きになろうとしないで、その1対1で話してるととても楽しいってことだから、多分趣味とかが合うと思うんだよね。だからその趣味を話す友達っていう感じにして、そのみんなが騒いでる時とかに集中したい子が他にもいると思うから、そのなんか場所とか話す内容とかによって友達を変えたらいいと思います。別に相手のね 100% を受け入れる必要はないから、1対1で話してる時は楽しいから2人の時間を大切にして、みんなとなんか自分はあんま複数に向いてないなと思ったら静かに過ごせるようなお友達を作ったらいいと思いますよ。はい。そんなみんな好きになろうとしなくていいんだよ。かんぴょう巻き、22歳、大学4回生、女性。大学4回でもうすぐ外部大学への飲酒を控えています。将来このまま研究者として大学に残りたいのですが、みんなと違う進路へ進むことがとても不安です。アグモちゃんは公認会計士受験生になると決意して、周りの進路と違う道を選んだ時に不安や孤独とかとどうやって向き合いましたか？いつも動画見て元気とやる気もらってます。ありがとうございます。すごい妊娠。なんか私はちっちゃい時から人と違うことが割と好きで、その一番昔の記憶でいくと、ランドセルの色を決める時に同じ幼稚園の子、私ともう3人でランドセルの色を決めに行ったんですよ。で1人男の子だったんだけど、その他の2人の女の子はランドセルピンクにするって言ってて、私もピンクか水色かで悩んでたので、もう2人はピンクにするらしいよって
お母さんに言われたから、じゃあ水色にするって言って、なんかちっちゃい時から人と違うものを選ぶ習性があるので、はい、なんかずっと私たちの時代ってさ、ランドセルなんてピンク赤系がもうほとんどで、たまに水色がいるみたいな感じだったんだけど、女の子はね、その中で本当にクラスに一人いるかいないみたいな感じで6年間過ごしたので、人と違ってるんですけど、別に何にも気にならないです。なんか私のアイデンティティというか感じかなと思って受け取ってるし、公認会計士受験生になるって決めた時はみんなすごいねって言ってくれたし、今も SNS やってるけど、すごいみたいな、やっぱ人と違うからみんな興味持ってくれたりするし、私も今カンピョンマキさんの話聞いてかっこいいって思うから、全然不安に思わなくていいと思います。でもそうだから進路とかを違う道を選ぶことに不安は全然抱かなくていいけど、もしあれかもね、仲間が少ないっていうことだよね、多分孤独とかとってことだから。だけどそんな、なんか社会人になってもさ、あんまりその会社の中で仲良くなる仲良しを作らないタイプの人もいると思うから、全然なんか仕事とかとは別のお友達とかがいたら全然気にしなくていいと思います。やりたいことをやってる人一番かっこいいって感じです。研究者、今後の日本をよろしくお願いいたします一緒に頑張ろうこんな感じです、私のお悩み相談。どうですか？答えれてないかもしれないので、もしかしたら答えれてないかもしれないし、答えれてないかもしれないので、本当にまた気になっもう一回全然なんか納得できないと思ったら、また違う人に聞いてみてください。それぞれ考え方があるから、いろんな人の話聞いて腑に落ちる答えが一個あったらっていう感覚で受け取ってくれると嬉しいです。だし、みんなももしアドバイスあるよっていうのがあったら、コメント欄に残してくれたら、この質問してくれた子たちも救われるかなって思います。もう妊娠しましたよとかね。てか私の友達、グランピングとか行ったお友達、妊娠して今年春から就職してたな。だから全然何も思わなかったな。かっけくらいすげえ、何研究してんのみたいな感じだったので、全然自信持ってください。次、質問1個。麦さん、25歳、社会人4年目、物欲との向き合い方。いつも動画やストーリーを楽しく拝見しています。ありがとうございます。最近物欲が止まらなくて、毎月ついつい欲しいものをたくさん買ってしまい、クレジットカードの請求額を見て毎回びっくりしています。でも将来のために貯金もしたいので、日々物欲と戦っています。アグボちゃんは以前あまり物欲がないタイプとおっしゃっていたと思うのですが、これが欲しいと思えるものに出会った時はどうしていますか？購入するかどうかの判断基準やアグモちゃん流の物欲との向き合い方があれば、ぜひ教えていただきたいです。私はね、物欲あるんだけどないみたいな感じで、これかわいいとかはすっごい思うんだけど、なんか竹みたいななんかやっぱいらないかもとか思うタイプで、なくてもいいかみたいな感じなんだけど、どうしても一目惚れしたものとかだと次の日とかもう覚えてるじゃんわざわざちゃんと歩いてっていうか買いに行きます。だけど私はね、物欲、そうだね、なんでないんだろう。なんか人前で買い物するのがまず苦手で、これ可愛いと思ってるのとか思われちゃうんじゃないかなとか、これにこの値段出すのって思われちゃうんじゃないかなっていうのが、なんかちっちゃい時から別に何を言われてきたわけでもないと思うんだけど、根付いてて、そもそも買い物が苦手、お金を払うことが苦手だと思うのね。
だからなんか人前だといらないってなったりするし、一人でもなんかレジが混んでたりしたら買わないし、バイトの頃はネイルめっちゃ好き、やりたかったんだけど、ネイル1ヶ月するのにバイト1日増やさなきゃいけないのと思って、じゃあいいってなったの。なんかあんなことしてまでしたくないっていうのとかがあって、なんかあんまりお金を使わないことが増えたって感じですかね。でも必要なものはめっちゃ買うようにしてるし、あと家計簿をめっちゃつけてます。お金貯めるのが好きだから。そうね。あと断捨離めっちゃ好きで、ゴミ捨てるのめっちゃ好きなの。ゴミ捨てるっていうか部屋を片付ける、これもう使ってないとかって言ってゴミ捨てるのが好きだから、なんかその時に悲しくなる。これあの時勢いで買ったけど全然使ってないなとか、リップとかもなんか忘れちゃったなって思うけど、いいわみたいな、誰も私の顔なんて、すれ違った私の顔なんて覚えてないでしょっていう風に思って買わなかったりって感じですね。だから本当に欲しいものだけ買う、プラスロールバーンだけめっちゃ買っていいってしてるので、それ結構決めてるかな。でもロールバーンも買いすぎて一旦やめてるけどっていう感じかな。だから本当にリップとかはマジで買わない。本当にないかったら買うけど、今日忘れちゃったからとかでは買わないかなっていう感じです。家計簿おすすめですので、よかったら動画見てください。でもなんか先に貯金したらいいんじゃない？ああとクレジットじゃなくてデビットカードで使っております。私もクレジット支払いムカつくので。はい。先取り貯金して、このお金の中で全部収まればオールオッケーって感じでいきましょう。次、宮下ルルさん、20代後半。クリエイターとして始めたきっかけ、クリエイターの始めたきっかけを聞きたいです。私も記録として始めたくて、携帯1台しか撮れるスマホはないし、軍資金も貯めてからじゃないと買えないので、どうしてたのか教えてほしいです。私はね、私も1台しかなくて、その携帯で撮ってました。だからそれであのけあのスマホ使わなくなったの。勉強中に使えないからね、使えないから使わなくなって、あの持ってる携帯で一日中タイムラプス回して動画撮ってってやってました。そう、私のきっかけは1ヶ月360時間勉強しようと思って、どこに記録残そうかなみたいな思った時に、TikTok でタイムラプスを投稿しようって思って、最初は今の Vlog 形式じゃなくて、朝から晩まで12時間くらい15時間くらいノンストップのタイムラプスを撮って投稿しててのがきっかけですので、携帯1台でできます。なんか今できることをやってみて、投稿してみて、その反応とか自分が続けられそうだなとかやってって、気になったらもっとこうしたいみたいな、私だったらこのカメラもっと良くしたいとか、データ量が足りないからもっとギガのでかいスマホが欲しいとか、音質良くしたいからマイク欲しいとかで後からやればいいと思いますので、今持ってるそのスマホ1台でできます。編集も携帯でやってましたよとかやってます。Vlo っていう VLLO っていうお魚マークのやつでやっております。あとね、お悩み相談で今のクリエイター系なんですけど、 ENFJ の N20 歳の男性からもうやりたいことってことで、大学2年生という大学生活の中でも一番楽しい時期ですが、将来何をやりたいのか明確に決まっていません。アグさんみたいな自分から何かを発信できたり何かを作り出すようなことをやってみたいです。情報収集の仕方や何かを始めるために必要なものなどはありますか？私はやってみたい
なんかバズろうと思って始めたわけじゃなくて、本当に今から自分がすることをただ記録しようと思って派生してったって感じだから、何にも情報収集してないし、自分ができることだけをやってって、その反応とか後から見返した時に、ここもっとカットごめんなさい、カット細かくしようとか、無駄な時間もっとカットしようとか、テキスト入れた方がいいな、効果音入れた方がいいなっていう風にやってったので、情報収集は全くしてないですでもなんかすごい昔から YouTube キッズだったから、夏8月ってみんな毎日投稿してたのねっていう知識だけあったから、夏は毎日投稿しなきゃいけないんだと思って、夏毎日投稿できたしできたっていう感じなんですね。だから何かを始めるために必要なものはない。今自分が持っているものの中で何を提供できるかとかを考えるのが一番続くし負担のないものかなって思います。バズるものって難しいよね。私は作れないからさ、バズらせようと思ってバズったことはないからさだからなんかやってみて、とりあえず始める、これだけ、これに尽きるって感じです。でね、私は最初さっきも言ったけどタイムラプスを投稿してたんだけど、そのバイトがある日にこれ今日タイムラプス撮れないなと思って Vlog 形式で上げたいなって思った時に、勉強 Vlog って調べたの。そしたら木戸くんが出てきたのね、その時で。木戸くんの動画を画面録画して、それを編集アプリに入れてカット数、1カット何秒くらいで編集してるのかとか、角度とかはどんくらい変えてるのかとかを研究というか、少しだけ勉強しました。勉強っていうか、そう分からなかったから、そのフォーマットをちょっといただきました。なので木戸くんリスペクトですねでもそっから木戸くんの真似って言われないように、どうやって自分の要素を入れていこうかとか考えたというか、やりたいようにやったら今の形になったっていう感じですなので自分がやりたいことに似たクリエイターを探してみるといいかもしれません。あとショートをやってて思うのは、私は自分がスクロール手が止まらない動画と手が止まる動画を分析してる時があって、なんでこの人は興味が湧くんだろうって思った時とかに、最初のタイトルがうまいとか、カット数がめっちゃ多いとか、効果音が多いのかとかを考えてる時期はあったので、もしやりたいことがあったら、似たような人っていっぱいいるから、大まかなフォーマットを参考にするとやりやすいかなって思いますので、ぜひ始めてみてください。応援してます次、なんか真剣にいっぱい話しちゃったねポジティブな受験生、15歳男性。実りたい恋を今好きな人がいるんですけど、うまくいきそうになくて、夏祭りの夜に告白しようと思ってるんですけど、うまくいい関係築くにはどうしたらいいですかね。あぐもちゃんだったらどんなことされたら意識しちゃいますか？私結構直感的に人を好きになるんだけど、その人に逆にね、アプローチの仕方が私の中であって、もう好きバレをするっていう、あなたに興味がありますよっていうことをその人に伝えるのが大事だと思ってて、だから今の彼氏とかもそうなんだけど、連絡してる時にLINE の返信がすっごい早かったのね。だから私はその人に直接好きっていうんじゃなくて、LINE の返信早いね、 LINE 返信早い人好きなんだよねとかっていう、君じゃなくてそういうタイプの人が好きですっていう好きバレの方法をしてましただから本読む人だったんだけど、本読む人いいな、本読む人憧れなんだよねとか、そういう人になりたいんだよねとか、そ
その人が持ってるその要素を褒めるということで、私はあなたを肯定的に思っていますというのを伝えていましたので、なんかその子がロングだったらロングかわいいねみたいな、ロングの人好きなんだよねとかでも見た目より性格の方がおすすめだけど、なんだろうね、なんとかが似合うような、てか夏祭りの夜に告白しようっていけるのすごくない？でも中学校だから学校のとか地域ので会うってことなのかな。そういう感じでその人の要素を込めるっていうのをおすすめいたしますもう本当に、肯定的に思ってます。人として、異性としても好きだけど人として大好きですっていうのをもう全面にいきましょうはいって感じですかね。本当にたくさんお便りあって、すごい悩んだんですけど、ちょっとばらけるように拾わせていただきましたので、次回とかになっちゃうかもしれないんですけど、いつかみんなのには答えれたら嬉しいなっていう感じです。で、前回募集したテーマなんですけど、あれお伝えし忘れてて、やばーと思って、バイト大学生に伝えたい200のことの時にバイトのやつ集めたら楽しいよねみたいなことを私がポロッと言ってたので、それ系を募集いたしました。ちょっと待ってね、やばい、どっか行っちゃった。ちょっと待ってね。みんなのバイトのいいところ悪いところを教えてくださいっていうのにしたんですけど、私はねあれ韓国料理屋さんと焼き鳥屋さんで個人居酒屋の焼き鳥屋さんでバイトしてました。見つけた。ワオさん、大学1年生女性、杉薬局。いいところいい人しかいない。オープンからで違うお店からサポートできた人たちも全員いい人しかいない。あとシャワリが自分と家族で使えるから良い。すごいね。悪いとこ嫌なとこ、お店広いとあっちこっち行かなきゃで大変かも。確かに広いところだと大変だよね。でも薬局ってさ、覚えるの大変そうって思っちゃうけど、案外慣れるもんなのかもね。マジでいい人っていうのは大事マレさん、20代、フリーランスのウェブライター。フリーランスとして案件を取る方法、受注から報酬受け取りまでの流れを経験できた。普通のバイト、飲食とかではなかなかできない経験だったなと思います。すごい。逆に普通のバイトと違って給料も仕事内容も誰にも保証されていないところ、安い金額で重めの案件をやらせようとしてくる悪い大人がいっぱいいることを知ってしまいました。知れてよかったかもしれないですが、確かにね、ウェブライターとかそういう系、クリエイターとかもそうだけど、案件のマッチングとかっていうサイトとかいっぱいあるけど、やっぱ単価とかが全然違うから、そういうのをね見極めるのは難しいけど、逆にそういうのは知れるのがいいよね。本当にやりたいことを仕事にする前の段階の試しとかだとめっちゃいいね。砂肝さん、6月27日に21歳になります。おめでとう。大手配送業の倉庫バイト。田舎なので物流が少なくて休憩がすごく多い。人と話すのが苦手な人は黙々と作業できる。逆に夏が暑すぎるのと力仕事なので女性の方はそこそこ動くことを想定した方がいいです。倉庫バイトすごい。もう私労働系は本当に花から候補になかったな。もう飲食店しか頭になくて、飲食店であれ髪色自由まかないありでしか調べてなかったから、確かにそんなバイトもありますね。力仕事いいね。でもなんかなんだよ、運動になって良さそう。男性だからか。
いいね。ムキムキになるほどでもないのかな。体動かせるの大事。レイさん22歳、塾講師、大学受験個別指導とパン屋さんの接客。すごい。パン屋さん朝早そう。私の働いている塾は1対1の個別指導なので座ってられるのがとても楽です。あと時給がいいです。4年目ですが2年目から昇給し時給約2000円です。すごー。パン屋さんも2年ほど掛け持ちしてましたが、夜シフトは毎回大量のパンを持って帰らせてもらっていたのでご飯代が浮きます。また朝シフトもあるので大学前の隙間バイトで結構稼げるし、休日の朝シフトも一日が長く感じられてよかったです。入れすぎると後悔するけど。嫌なとこは塾業界で働いている大人はかなり曲がり者合ってるかなが多い。社会に出てない学校や塾の延長線でそのまま働いてる人が多いからかな。あとは生徒の進路を測っているので責任はそれなりにある。確かにバイトだけどさ、別に生徒からしたら同じ先生だもんね。パン屋さん忙しい、覚えることはそれなりに多い。主婦さんが多いのでバイトで同年代の友達はできない。そうね、バイトでさ、バイトのみんなと飲みみたいな人のはさ、やっぱバイトの人が多いのを選ぶといいよね。映画館とかスタバとかさ、そういうところ、本当にバイトの数が多いところを選んだ方がいいよね。塾校いいね。やっぱ時給がいいのは大事だよ。みんな勉強してる子が多いと思うし、本当に塾校いいと思う。すごくいいと思う。ムニューさん、ミスドをいろんなドーナツ食べられる。みんなの仲が良かった。私のとこだけ制服かわいい。ミスドで働いてると大体おしゃれって言われる。やばい生態がちゃんと学べる。やばい、私が漢字読めないのがすごいやばい。逆にドーナツ食べ過ぎて太った。比較的忙しい店舗だったので時給と仕事量合ってないなとたまに感じる。特に土日。モッチリンとかやばそうだね。でも確かにミスドで働いてる人いるといいなーっておしゃれって思ってたかも。なんかさ、セブンとかコンビニ系とかチェーン店でそうだけどさ、時給同じなのにさ、場所によって忙しさ違うのなんかって感じだよね。私絶対暇なバイトしか選べない。暇っていうか大忙しバイトは無理かなって感じ。でも忙しいと時間早く過ぎていいよね。M さん19歳、引っ越し屋さん。時給が何よりいい。あとはただ運ぶだけだからあまり考えることなくて楽。おじさんがほぼ喫煙者。まだ私はタバコ吸える年齢じゃないし、タバコの匂い嫌だし、肺が弱いので苦痛でした。せめて車の窓全開にして吸ってください。一緒にいる人がどんなのかっていうのもバイト大事だよね。やっぱ業務内容も大事だけど、人間関係もやっぱり大事ですよね。でも引っ越し屋さんすごい重そう。私のお兄ちゃんも働いてたけど腰痛めてすぐ辞めてたから気をつけてください。ジャガポックルさん、餃子の王将。いいとこはないらしい。王将面接でのことなのですが、面接時間が夜の8時からで、王将は夜人気のイメージだったので、できても15分くらいの面接かなと思って行ったら、予想以上に店長と話が盛り上がって、学校のことやダンスのことなど合計30分ほど面接をして、最後に働くなら何月からだねと言われて、自分は受かったの確定だなと思ったのに、1週間2週間メールは待てど待てど来なかった。30分は何だったのか。学校から家までの間にあるお店なので、いつも帰りに店の中にらみながら帰ってます。何だったんだろうね。ただ何このおじさん。やだね。忘れられちゃったのかな。もう本当に縁がない、そういうところあるとさ、もう絶対に行かないって思っちゃうよね。行ってたまるかって思っちゃう。マミカさん、ラーメン屋の店員。時給高かった。大学生の時してたから同世代多くて親近感湧いた。大学
生多いんだ、ラーメン屋さんって。ラーメン屋は回転早いから超多忙。忙しすぎてるとみんなピリつく。ラーメンの器は提供まで鍋でグツグツ温めていたので、お客様に持っていくとき超熱い。やだやだとか言っちゃった。私さ、韓国料理屋さんだから、石焼きビビンバで、その釜なんていうのをずっと熱してるの、本当に作る時も。で板に乗っけてやるから、なんか手がちょっと当たると本当にすぐやけどみたいなだったから、結構それ嫌だったな。私も本当にリスカみたいな線がいっぱいできちゃってて、ウィーンって感じだったな。こんな感じですかね、みんなのバイト。やっぱそれぞれいいとこと悪いとこ。あった。通っていた大学の図書館で返却された本の読めない本を戻すやつです一人で黙々と作業ができる。1ラック何分で、やばい、ちょっと調べます。配下で合ってんな。図書館で本を書家に配列することを配下。一人で黙々と作業ができる。1ラック何分で配下できるか自分で勝手にタイムアタックしていました。休んでも怒られないから自立が大変だった。涙笑わかる。私も効率中っていうか、そういうのがどんどん高まっちゃうタイプだから、コストコの短期バイトをパン屋さんでしてたんだけど、そのパン並べんのとかもうめっちゃ早くできるようにってやってたのを思い出した。今あれ楽しいんだよね、地味に。次、居酒屋。ラブブさん。ロブブだ。とにかく先輩や店長の人柄がいい。先輩たちのめちゃめちゃ仲がいい姿を見てるから、新しく入ってきた新人の子たちにも同じ感じで仲良くしていける関係が最高。忙しくなってきたらやっぱり大変。お客さんはみんな酔ってるから絡まれたりしたらどうしたらいいか分かんない。ピエン。居酒屋の店員さん、マジ居酒屋によるよね。安い居酒屋とかだとなんかお客さんの質も低そうって思って、なんかかわいそうってよく思っちゃう。自分が飲み行ってる時とか、なんか絡まれててかわいそうみたいな。でも人がらも良さそうなのもわかるね。楽しそう、大学生っぽい。ひとぽんさん。塾講師。子供たちのテストの点数が上がった時、それほど稼げない。急に行かないといけないこともある。そうなんだ。急に行かないといけないの嫌だね。バイトなのにと思っちゃうもんな。さくゆいさん。マック。シフトが週提出なのでギリギリまで変更可能。学生がたくさんいて楽しい。私のところは100人以上。すっご。てか週提出なのめっちゃいいね。ファーストフードということもあり効率重視の仕事になるので、早くテキパキやらないといけません。またいろんな層のお客さんが来るので、クレーマーや怖いおじさんなどが来ます。絶対に嫌だ、怖いおじさん嫌すぎ。なら嫌です確かにね、いろんな層が利用するとね、大変だよね。なんかだから絶対にクレーマー対応したくない人はケーキ屋さんとかデパ地下のお惣菜屋さんがいいみたいなのは聞いたよ。ケーキ屋さんはさ、みんななんか大切な日だからみんなルンルンで優しいみたいなのを聞いたことがありますでもマックとかね、やっぱいいね。友達できそう、学生いっぱいいそうって感じ。はい、以上です。みんなのバイト、次のバイトに役立ってると嬉しいです。やっぱ時給いいところを選んでほしいね。無駄っていうか意味ある時間にしてほしいなと思います。すごい49分にもなってしまいましたじゃあちょっとだけここでお知らせなんですが、お知らせというか最後にじゃない、今週はみんなのバイトのいいところ悪いところを聞いたんですけど、
来週はコッペパンさん、18歳の大学4年間を充実させたい大学1年生から、大学生でやっておくべきことって何がありますか？大学生でやりたい100のことを書いている途中です。地方の田舎出身なので、東京で行った方がいいところ、都会でやった方がいいことなどを教えてもらえると嬉しいですってことなので、都会の方々お力を貸してください。本当にこれやって幸福度高かったよってこととかを書いてくれると嬉しいです。私も東京行動範囲内なんだけど何にも知らないって感じなので、ぜひ参考にさせてください。このカフェのこの飲み物美味しいよとか、ここの夜ご飯美味しいよとかでもいいし、ここの図書館素敵だったよとかそういうのでももちろんいいので、一緒に教えてください。フォーム概要欄に貼っときますので、次回のテーマと他にも普通のお便り、お悩みとかぜひぜひ感想とかたくさん送ってください。そして私メンシップ始めました490円のメンシップなのですが、勉強ライブとかゆるっと動画、ご飯食べてるボケーっとした編集もちょっと少なめのゆるゆる日常動画をあげれたらなと思っております。そしてチェキ付きのフリマを開催しようと思っておりますので、よかったら入ってくれると嬉しいです。でiPhone の方々になんですけど、Apple の手数料でYouTube アプリから見ると700円で表示されてしまうので、パソコンとかブラウザ版の YouTube からメンシップ登録すると490円で入れますので、そこだけお願いします。210円も違うからね、そんなんダメって感じではい、1ヶ月ごとにメンシップの更新自分で入ったり出たりできますので、なんか興味本位で入ってくれても嬉しいです。1ヶ月見てみようみたいな。できるだけ更新たくさんしますのでよろしくお願いします。それじゃあまた来週。アグモでした。長くなりすぎた